皆さんこんにちは。五野へみきです。3週連続プレゼン講座の第2回です。この3週の投資テーマとしてはこちら、原稿なしでプレゼンする、スライドだけを見て原稿を別に作らないでプレゼンする方法をお届けしています。今回はスライドだけを見て話す方法をお伝えしていきます。スライドだけを見て原稿を持たないで話す、そのためにはですね、そういうスライドになっているといいですね。やっぱりこのスライドがイメージ画像だけで、それで話さなきゃいけないことを話すっていうのは結構ハードルが高いですね。スライドだけを見て原稿をなしにするためにスライドに原稿全部入れちゃう方もいらっしゃるんですけれども、これは原稿を持って話すのと一緒なので、聞き手としてはちょっと退屈かなというのと、みんなに原稿を見せながら読み上げるってことになっちゃうので、言い間違いとか言いよどみとか聞き手に全部気づかれちゃうので逆に難しいんですね。スライドだけを見て原稿を見ないで話す、そのためにはですね、スライドが喋りやすいスライドになっている、本番楽になるスライドになっている、その必要があるなということで、前回スライドの作り方を詳しくお伝えしていきました。では今回はこのできたスライドどうやって喋るのかというのを深掘りしていきたいと思います。私のおすすめとして3つのパターンをご紹介します。スライドだけを見て話す方法パターン1、スライドの読み上げをする説明をする。パターン2、箇条書きごとに読む説明する。パターン3、こちらと言ってめくる。この3つでだいたいいけるかなと思います。全部実演でお届けします。スピーチトレーニング。それではスライドだけを見て話すパターン1、スライドの読み上げをする説明をするですね。私にできる SDGs というテーマでプレゼンするならこんなスライドというのを作りました。前回ご紹介したものですけれども、このスライドだとパターン1がこうなるというのをやっていきますね。私にできる SDGs ちょっと考えてみました。牛乳パックを回収ボックスに持参。牛乳パックを回収ボックスに持っていくってもうされてますか？私牛乳パック専用の回収ボックスがスーパーの入り口の近くにあるっていうのに最近気づきまして、その牛乳パックを洗って開いて乾かすっていうことは今までもやってたんですけれども、それを他の紙の資源ごみと一緒に出してたんですね。これ牛乳パックをね、その乾かすところまでやってるんだから、回収ボックス専用の回収ボックスに入れたらもっと SDGs になるんじゃないかなというふうに思って、これをやろうともうすでにやってるんですけれども、これを今日お伝えしようと思って書いてみました。こんな感じですかね。スライドの読み上げをする、説明をするのパターンでした。なんでこの話をするかって言いますと、スライドの文字を読まないプレゼンをする方、セミナーをする方、結構見かけるんですよね。これ上手なプレゼン方法としてスライドの文字読まない、その方が上手みたいなのがどっかに書いてあるらしくて、ちょっとどこだか私調べて分かんなかったんですけれども、スライドに書いたことをまずは読むっていうのはプレゼンの話し方の基本ですね。っていうのは、自分は作る時から何回も見てるスライドなので、自分は問題ないかもしれないですけれども、聞き手の皆さんは初めて見るスライドなんですよね。書いてあること言わないだと、聞き手は喋りを聞きながらスライドを目で追って情報を自分で整理しなきゃいけなくなるんですよ。なので聞き手に負担が多くなるので、結局何が言いたかったのっていうことが起こってしまいがちで、話し手としてはスライドから脱線してしまう恐れもありますね。スライドの文字っていうのは要約になっているはずですね。プレゼンの構成っていうのは結論ファーストが大事ですね。これよく言われることで私も大事にしていることなんですけれども、全体が結論ファーストになっているというのももちろんですし、ページごとに結論ファーストが来る、1ページ1メッセージっていうのは、そのメッセージ結論ファーストが1ページごとに来るということなんですね。これスライドの文字が要約になっているはずなので、その要約って結論になっているはずなんですよ。だからまずその要約を読む、それから説明を足していけばいいんですね。スピーチトレーニング。スライドだけを見て話すパターン2、箇条書きごとに読む、説明する。
これはですね、パターン1の繰り返しバージョンということですね。読み上げ説明、読み上げ説明、1個ずつするパターンということです。こちらのスライドがその箇条書きになっているスライドなので、こちらで実演していきますね。SDGs を達成するにはということもですね、いろいろ言われていることがあるのでご紹介していきます。まずは政府の取り組み。これそのスーパーとかコンビニのレジ袋が有料になってから、私もエコバッグを持ち始めた方で、やっぱりレジ袋が無料だった時はそこまで毎日持ち歩いてなかったですね。全国一律でスーパーコンビニのレジ袋が有料になるっていうのは、やっぱり政府の取り組みじゃないとできないことだし、政府の取り組みって大きなことだなというふうに感じる出来事でしたね。そして企業努力。やっぱり大きな会社だと使うエネルギーも膨大になるでしょうし、あとは私の古巣の日本放送だと太陽光発電やってるんですね。こういう事業は大きいなと思いますね。そして一人一人の行動の積み重ね。政府と企業にお任せしているというものではやっぱり終わらないですよね。 SDGs、 その一人一人、例えばね、日本国民1億人が全員電気ガス水道じゃんじゃか使ったら、それはやっぱり SDGs にはならないわけで、一人一人の行動、それを積み重ねていくっていうことも大事だなと感じますね。こんな感じですね。はい、箇条書きごとに読む、説明するのパターンでした。スピーチトレーニング。スライドだけを見て話すパターンその3、こちらと言ってめくる。はい、これはまずスライドに目隠しを入れておくんですね。ワイドショーでペリッと剥がして文字が出てくるという、ああいうシーンありますよね。あんな感じでスライドを送っていく。これはそのプレゼンのエンタメ性という意味もありますし、プレゼンの中に変化を持たせるという演出効果もありますし、なんといっても自分が喋っていて楽だなと私はすごく感じております。このスライドだとこのパターンはこうなります。私にできる SDGs、 ちょっといろいろあるなと思いながらもですね、考えてみました。こちらです。牛乳パックを回収ボックスに持参。うんぬんかんぬんというのはさっきお伝えした通りですね。はい、3つのパターンを使うとこんなプレゼンになるというのもですね、ちょっとやってみようと思うんですけれども、12ページあるので、短く喋ってもちょっと6分ぐらいになってしまいまして、この動画の中に入れるとですね、あまりに長い動画になってしまって見づらいかなと思うので、ちょっと別の動画にしております。詳しくは概要欄に載せます。はい、ですね、原稿を別に作らないでプレゼンするためにはスライドがそうなってた方がいいっていうのもですね、全体聞いていただくと、あとこの実演を聞いていただくと、分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。スピーチトレーニング。ということで、原稿なしでプレゼンする方法をお伝えしています。次回はですね、スライドの要約に説明を足していく、その方法をお伝えしていきます。このへみきのスピーチトレーニング、オンラインサロンで毎週グループレッスンを行っておりまして、スライドを使って喋るトレーニングもしておりますのと、私のスライドのテンプレートもプレゼントしていますので、よかったらチェックしてください。個別レッスン動画教材もあります。詳しくはプラン一覧をご覧ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。